前回のあらすじ。第二次朝鮮戦争に勝利した日本は戦後体制の見直しに着手。政府は憲法改正案を国民に問うため国民投票の実施を決定した。2015年11月21日、国民投票の結果、包括的な憲法改正案が承認される。これにより憲法第9条の改正に加え、新たに第98及び第99条が追加され、日本の統治体制は大きな転換点を迎えることとなった。しかし、そのわずか数ヶ月後の2016年4月16日、熊本県を震源とする最大震度7の大地震が発生。未曾有の災害に直面した日本政府は迅速な対応を迫られる。時の内閣総理大臣谷垣禎一は新憲法に基づく国家緊急権の発動を決断。非常事態への対応を最優先とするため内閣への権限集中を進め、日本は戦後初となる本格的な緊急事態体制へと移行していくのであった。というわけで国家緊急権発動後からのスタートなのだ。おや、早速講和会議に入りましたよ。どこの国でしょうか？どうやら NATO 対ロシアの戦争が終結したみたいなのだ。1年で終結ですか？ずいぶん早いですね。まあ全 NATO 加盟国を敵に回してたしな。講和会議の結果、ロシア連邦は解体、核構成国は独立を果たし、モスクワ周辺には NATO 加盟国によって分割されて悲惨な状態になったロシアがあります。なんだこれは、ロシア連邦だけで5つくらいあるぞ。そんなモスクワ周辺の地獄は置いといて、本題は極東方面ですよ。ズンダモン先輩、先のモスクワ条約にてロシアから独立したばかりの東シベリア共和国、かの国は我々日本との協力を求めています。今こそ経済援助との見返りに北方領土の返還交渉に乗り出すべきです。確かにニアの言う通りなのだ。よし、すぐに使節団を派遣するよ。必ず実りあるものになるでしょう。しかしその裏ではやはり中華人民共和国が我が国に対してミサイル攻撃を実施。前回の動画で約束した1年間の攻撃中止期間が過ぎたら速攻で攻撃してきてますね。これまた賠償と緊張緩和の要求だけするのだ。そしてなぜかこれに応じる中華人民共和国、極東情勢複雑回帰。あれ中華人民共和国なんか中華人民共和国が独立したけど東シベリア共和国にいきなり侵略し始めたのだ。裏山けしからんですな。これで北方領土返還がさらに遠のく。当然ですが独立したての東シベリアはろくな軍隊を持っていないのでなすすべもなく後退しています。少しでもいいから中国軍の充足を削ってくれなのだ。そして中華人民共和国の東シベリアへの侵攻を受けて NATO は緊急首脳会談を招集。モスクワ周辺でバラバラだったロシアは一つのロシア臨時政府にまとまり、中国の影響力に対抗するようです。新たなロシアの始まりなのだ。その裏ではとうとう東シベリア共和国が降伏、中華人民共和国主導の東シベリア特別要請区になりました。あれこれまずくないか？領土的に見たら軽く大敗ってところですかね。一番ヤバいのは北方領土の海峡部で中国と接したのも非常にまずいですけど。そういえばここって海峡だったか。中華人民共和国の脅威は高まっています。我々も速やかに自衛隊の拡充を進めなければ。分かってるのだ。ただし自衛隊の拡充とは別に我々は対抗面でも中国に対抗する。ほう、対中包囲網ですか。そうなのだ。まずはじめに対中包囲網第1弾として中国からの難民受け入れを開始するのだ。さらに中国に対して禁輸を開始。普通に国内の産業を死んでそう。そして我が国と同じく中国を脅威と考える東南アジア諸国に対して独立保障を行うのだ。随分と思い切ったことしますね。極めつけは中国への G7 メンバー国による制裁の提案。これは日本以外の米英独以下にも制裁に参加するように要請するのだ。おお。で、結果としてはカナダ以外の国が制裁に参加してくれたよ。うまいこと国際社会で立ち回れていますね。マーミンストーほど外交下手じゃないし。しかしこれが本当に中国の封じ込めにつながるのか、逆にこれが戦争への後押しになる可能性があると地政学アナリストは予測しています。この光景どこかで見たような気がするのだ。中国金門島と馬祖島を砲撃。台湾海峡危機がさらに激化する中、中国は金門島と馬祖島の軍事施設に砲撃を行い、台湾総統と米国大統領の双方から怒りの反応を引き出した。後者は中国に強い警告を発し、中国が侵攻した場合には米国が迅速に行動することを約束した。一方、台湾軍は戦局のさらなる悪化を見据え動員を開始したと伝えられており、台湾政府も離島からの避難を開始。台湾海峡をめぐる緊張は新たな段階へと突入しつつあった。戦争が迫っている。ついに人民解放軍による台湾に対しての攻撃が行われました。この時が来たか。とりあえず同盟各国
これって何の効果があるんですかね。知らないのだ。知らないんかい。と、ここで中華人民共和国が東シベリア特別養成区を統合。でかすぎんだろ。まあ東シベリアなんてほとんど何もない土地ですし、そこまで怯える必要もないような。少し時間は戻るけど、ほとんど同時期には中華人民共和国が報復制裁を我が国に対して発動したよ。5年間工場出力研究速度、生産効率が1割下がります。さらに日本国内では国防軍が発足。自衛隊の名称が国防軍に変わったくらいで、中身は大して以前と変わっていないんですけどね。これからは日本軍と呼ばせてもらうのだ。しかし開戦まで両読みになりましたけど、日本がボロ負けすることはないにしろ、日本はどうやって中国に打ち勝つつもりなんですかね。安心するのだ。すでに作戦は考えてあるのだ。ほう、どんなのですか。じゃあそこんとこも説明しつつ、まずは戦力比較をしていくよ。これが現在の防御力と戦力一覧。上の中華人民共和国が SCO で、下3国がイーストの加盟国ですね。こう見ると民事工場と師団数は拮抗していますが、軍事工場と艦艇数、航空機数は負けていますね。師団さえ拮抗してればあとはなんとかなるはず。で、作戦の方はどんなのです。まず中国との開戦初動、朝鮮半島より18師団を山東半島の沿岸市に上陸させる。そして人民解放軍を山東半島内に引きつけつつ、十分に引きつけられたタイミングで作戦の第2段階に入るのだ。ふむふむ。第2段階では後続部隊を朝鮮半島から今度は山東半島の付け根、青島市とその周辺に上陸させるのだ。そして第3段階では塩台市に上陸した師団と青島市に上陸した師団を山東半島中部で包囲殲滅するよ。あとは青島市に上陸した師団を朝鮮半島に戻して再び第2段階から同じ手順を繰り返すだけだよ。何このせこい作戦は。せこい言うのなのだ。これは軍事力で圧倒的に不利な我々が唯一勝てる手段なのだ。はあ。理論上これで敵師団数をひたすら削っていけたら勝てるはずだけど、沿岸師団に端かれたら勝てない可能性もあるのだ。実際に戦ってみるまで分かりませんね。というわけで以上が作戦内容。中華人民共和国が中華民国に宣戦布告しましたね。ちょうどいい。この台湾海峡戦争に介入して中華人民共和国を叩き潰すのだ。2019年3月30日、この日日中両国は82年ぶりの戦果を開くこととなる。開戦壁島大韓民国海上市より17師団が山東半島塩台市に向けて上陸作戦を開始する。また同時期には北海道より中華人民共和国が占領する千島列島に向けて進軍を開始していく。大韓民国にも参戦要請を行うのだ。残念ながら承諾してくれなさそうですよ。なんで？4年前の朝鮮戦争で北朝鮮と統一して以来、統一の衝撃と呼ばれる一連の経済不況、国内の新共産主義勢力の対応に追われているようで、参戦できるような状況にないとのこと。もういいのだ。とりあえず塩台市には上陸できた。あとは先ほど言った作戦通りに進めていくだけなのだ。さらに中華民国がこのタイミングでイーストを脱退し、新たに対中包囲網と呼ばれる陣営を作ったとのこと。足並み揃わんな。それともう一つ、本土上空の制空権は完全に敵に取られていることも忘れなく。おかげで国内の施設が爆撃で破壊されまくってますよ。敵のミサイルくらい手で受け止めようなのだ。そんなめちゃくちゃな。その裏では平成が終わり元号が令和になったのだ。戦争とともに平成が終わり、戦争とともに令和が始まりましたね。それで山東半島の方だけど、敵軍30師団がすでに集まっていますね。今こそ青島市とその周辺に向けて上陸開始。青島市北方の所有市への上陸は完了しました。少し遅れて青島市にも上陸できたのだ。作戦は成功。敵30師団を殲滅する大戦果です。しかし30師団を殲滅したとして、日本側の120師団よりはるかに多い師団数が未だにいるのだ。再度塩台市まで下がって敵を誘い込みましょう。分かってるのだ。2020年の2月には再び青島市に上陸を開始。今度は24師団を包囲できましたね。先ほどの包囲と合わせて約50師団の殲滅なのだ。そして同時期には両東半島でも山東半島と同じ作戦を実行したよ。こちらは包囲の規模は少ないですが、10師団を殲滅できました。そして間髪入れずに3度目の青島市上陸。もうだいぶ慣れましたね。っていうか敵はいい加減学べ。今度は15師団を包囲できたのだ。そろそろ中華人民共和国も師団数的に厳しくなってきたのではないでしょうか。敵師団数はおそらく100師団前後。我が軍が師団面では優勢になったと考えられるよ。反撃の時が来たと見ていいのだ。ようやくですか。それじゃあ山東半島より中国に進軍していくのだ。敵は隙の作戦でだいぶ数を減らしています。その上大韓民国との国境線の防衛もしなければいけない関係上、我々の進軍阻止に避ける師団は50師団程度といったところでしょうか。統制開始から1ヶ月ほどで中華人民共和国首都の北京近郊まで到達。その後の12月1日には北京を占領したようで、首都は広州に移りました。すぐにその広州も占領できるのだ。
それと同時に孤立している敵師団を包囲しつつ内陸に浸透。沿岸部にいる師団は福建、広東、広西、紀州と進み、中華人民共和国2つ目の臨時首都昆明市近郊まで進軍したのだ。そして昆明市目前にて中華人民共和国は降伏。2年3ヶ月続いた台湾海峡戦争は日中両国で400万人が戦死集結したのだ。ここからは講和会議に入ります。戦後どうなるのかが見ものですね。というわけで北京条約締結。日本は千島列島に加え樺太、中国の上海や香港、京津などの沿岸都市を手に入れ、その上中華人民共和国と東シベリア、東トルキスタン、モンゴルを非管理国としたのだ。管理国。現代専門都だと講和会議での傀儡化が非管理国家に置き換わっているよ。そうなんですね。まあ何にせよこれで平和な時代が到来。これからは空襲で破壊された建物を直しつつ、日本はさらなる経済成長を成し遂げるはずなのだ。若干中華民国に引かれた攻撃戦が気になります。大陸からの艦兵の中には呼吸器感染症の疑いのある隊員が多くいます。この前まで戦時下の関係上、国内の戦意低下を防ぐために公表していなかったけどちょっとまずいかもな。そして2021年7月23日には東京オリンピックが開幕。本来なら2020年に行われるはずでしたが、まあ戦時でできるわけもなく2021年になったのだ。東京オリンピック開幕。中華人民共和国との戦争により延期を余儀なくされ、さらに新型感染症の世界的流行により開催自体が危ぶまれていた東京オリンピックが本日ついに開幕した。開会式が行われた新国立競技場には世界各国から集まった選手団と来賓が姿を見せ、パンデミック、経済混乱、そして東アジアを揺るがした戦争、幾多の困難を乗り越え、日本はようやく世界最大のスポーツの祭典を迎えることとなった。政府はこの大会を戦争からの復興と国際社会への復帰を象徴する歴史的な機会と位置づけている。戦火によって傷ついた国土の復興は未だ道半ばではあるものの、日本国民の間には久々に明るい話題が広がった。一方で中国との戦争が残した傷跡は依然として大きく、一部の国々は政治的な理由から参加を見送っている。しかし多くの選手たちは政治的な対立を超え、平和の祭典を成功させるため東京へ集結した。世界が分断と対立に揺れる中、東京オリンピックは国境や思想を超えて人々を結びつけることができるのだろうか。その答えはこれから始まる17日間の競技の中で示されることになる。21世紀初頭、日本は長い停滞の中にあった。バブル崩壊の余波、少子高齢化、度重なる自然災害、政治的混乱、そして激変する国際情勢。かつて世界第2位の経済大国として君臨したこの国は未来への展望を見出せずにいた。しかし世界は日本の停滞を許さず、同時多発テロ、大震災、周辺諸国の軍拡競争、そして中華人民共和国との戦争、戦後最大の危機とも呼ばれる激動の時代の中で、日本は幾度となく重大な決断を迫られ、その道のりは決して平坦ではなく、多くの犠牲と困難を伴うものであった。それでも日本は歩みを止めず、戦争は終結し、国土の復興が進み、国際社会との協力関係も新たな段階へと移行した。戦時によって開催が危ぶまれた東京オリンピックも成功裏に幕を閉じ、日本は世界に対してその復活を印象づけることとなった。そして今日、戦時下の国家緊急権によって延期されていた衆議院議員総選挙がついに実施された。国民はそれぞれの思いを一票に託し、この国の未来を選択する。結果がどうであれ、日本という国家が危機を乗り越え、再び民意によって進むべき道を決められる場所までたどり着いたことに変わりはない。もちろん全ての課題が消えたわけではない。人口減少に中華民国との緊張も残されている。未だ完全な未来への展望を見通すことはできないが、それでも日本は栄光に向かって歩み続けていくだろう。そして日本は新たな時代への第一歩を踏み出した。というわけで全6回にわたって続いてきたオリオンミレニアムドーンの日本プレーはここまでなのだ。ここまで長かったようで思い返せば短かったですね。本当はもっと続けたかったけど、ゲームの方がクラッシュしまくる上多くて時間の進みがだいぶ遅くなったのでここで断念なのだ。そんなことがあったのですね。とまあ今回の動画はここまで。それじゃあバイバイなのだ。それじゃあ私もそろそろ宇宙に帰りますかね。それじゃあさようなら。